自由に好きな形を作っていくことができるようになります。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、建築チュートリアル、もう土地選びに迷わない、どんな場所でも建築できる簡単基礎建築土台編をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、建築システムが大きく変わりました。これにより、初心者の方でも簡単に建築ができるようになりました。ただですね、特に公式サーバーなどに関しては、なかなか土地がなくて建築する場所に迷われたり、作りたい場所が平らでなくて建築に困っている方も多くいらっしゃるかと思いますので、今回はどんな場所でも建築できる基礎建築をご紹介していこうかと思います。建築手段として土台で基礎建築をする手段と柱を使った手段、また崖用プラットフォームなどを使った手段などいくつか手段はあるんですが、今回は初心者の方でも簡単にどんな場所でも作れるように土台編としてご紹介していこうかと思います。他の手段についてもまた別途ですね、ご紹介していこうかとは思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。この基礎建築覚えていただくと、どんな崖のような場所でも基礎を張って後ろに見えるようにその上に平らに建築をしていくということができるようになりますので、どんな場所でも自分の作りたい建築を作っていくことが可能です。今回は初心者の方でも分かりやすいように基本的なところから順を追ってご紹介させていただきますので、ぜひご活用いただければと思います。また、公式向けに極力基礎建築に建材を使わないように作っていけるテクニックもご紹介しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。後半、どうしてもスナップがつなげれなくなっている場所に対してですね、使えるテクニックもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず基本的な土台判定のお話をしていきます。アークには土台判定というものがありまして、土台判定が効いている場所でないと建築をしていくことができません。土台判定持っているものは土台や柱、その他柵土台や支柱など一部土台判定を持っているものなどもあります。この辺に関してはですね、詳しく話すと1本動画ができてしまいますので、詳しく知りたいよっていう方はですね、以前建築基礎シリーズの方でお話ししておりますので、よくわからないよっていう方は一度そちらをご確認いただければと思います。また土台判定だけの動画もですね、今度基礎シリーズとして出そうと思っておりますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。今回は必要な土台判定のお話だけしていこうかと思います。まず土台判定、このように土台を置いていただいた場合に、その上に建築できる範囲というものが天井など伸ばしていただくとこの形になります。土台がある場所を起点として0、そこから3マスと横1マスということになりまして、だいたい円形の形になります。また今回は使わないですが、柱に関しても土台判定がありまして、柱の場合は柱がある起点をベースに3マス両側にあって、そこからプラス1マスのこの形になります。少し形が異なりますのでご注意いただければと思います。また土台判定を広げていく上でですね、スナップした土台をつなげていただくと、そちら側につながって伸ばしていくことができます。今1つ増やしたんで1マス分伸びるということになります。
このようにつけた側だけ1マス伸びたということになります。もちろん土台を壊すと壊れてしまいます。スナップしていない状態だと、もちろんここに土台はあるんですが、こっちには繋がっていないので伸ばすことはできません。それぞれ土台判定を持って建築するということになります。なので、スナップして繋がっていないと土台判定を広げていくことはできません。ただし、このように繋がっている場合、点の土台から6マス開けて次の点の土台を置いて横に伸ばしていった場合、このように壁を張るとですね、天井1、2、3。通常であればここで貼れなくなるんですが、伸ばしていくことができます。ここまで伸ばせます。これはこの土台判定が効いているために、ここからプラス3マスまで伸ばせるということになってます。もちろんこれはここがこうつながって土台判定が効いているため、ここまで全部つながるということになります。一箇所どこか土台につながっていれば、その上は全て土台判定を聞いて建築できるという仕様になってます。ただし、この間が1、2、3、4、5、6、7マス空いてしまうと、3マスと3マスなので、ここにはですね、このように3マスそれぞれから伸ばせますが、間置くことができません。それぞれ3マスずつしか範囲が広がっていないので、置くことができないということになってます。ここに来ると、こっちの土台からの範囲が入りますので、置けるようになるので、間開けるのは6マス開けていただくと、最大限建材を減らして基礎建築ができるということになります。あと注意しないといけないのが、この建築をした状態で間のつながりを切った場合、このまま残ってはいるんですが、これですね、もちろん追加で建築をしていくことができません。例えばつながる判定で置いた場合に、これ壊すと元の土台判定に戻るので全部壊れます。何か建築を追加したり削除したり、範囲内のものを壊しても元の土台判定に戻るので壊れます。なので一回立てて間抜けばいいじゃんって思って建築するとですね、後で修正するときに上全部壊れる可能性があるので、最終手つけないときは別にいいんですが、基本的にはですね、ずっとつなげたままにしておいた方が安全です。そこだけちょっとですね、ややこしくなる部分ではあるんですが、こういう仕様があるということだけですね、覚えておいていただければと思います。基本的にはこのようにつながっていれば問題なく土台判定を伸ばしていくことができますので、つながりが切れないように注意していただくというところを覚えておいていただければと思います。以上が基本的な土台判定のお話でした。ではですね、続いてここからは基礎建築のお話となります。基本的に基礎を聞いていただければ、どんなところでも建築することが可能となります。今回は初心者の方でもですね、簡単に最小限度で基礎が引いていけるように形をご紹介していこうかと思います。ただ、どうしても地形によってスナップがつなげづらいところが出てきます。その部分は次のパートでつなげ方を紹介していきますので、そちらも合わせてご確認いただければと思います。ではまず平らなところで基礎の形をご紹介していこうかと思います。このように起点となる土台を置いた場合に、横に1、2、3、1、2、3、7マス目に次の起点が置かれます。反対側も1、2、3、1、2、3、7個目に点を置くと。こんな感じですね。このように E のような形で伸ばしていくと、あとはどれだけでもこの長さまっすぐ伸ばしていければ、この上に建築していくことは可能です。もちろんこっちに1、2、3、1、2、3、7で伸ばしていく。リソースがあると置けないので、これはまあ壊していただいて伸ばしていくということになります。
ここ1本縦つながっていればですね、他に縦につなげなくても、このままずっと伸ばしていくだけで建築をしていく範囲を伸ばしていくことはできます。縦1本つながっていれば問題ないです。この範囲内であればですね、もちろん四角でも貼れるんですが、このように三角天井とかですね、置いていただいて、そのまま伸ばしていく。多角形建築ですね。四角以外でもこのように多角形などの建築をしていくことも、土台判定エリア内であれば建築をしていくことが可能です。ただし、これをする場合の注意点なんですが、これですね、ここは同じ四角なんで距離感一緒なんですが、こっち側は三角を挟んでいるので長さが変わります。なので、この1箇所もしくはこの2箇所以外ですね、土台判定をつなげることができなくなります。これは例えばこっちを壊せばですね、このようにつながっているので問題ないんですが、これもう一回土台を伸ばしたとしても、この下の土台とこの壁はつながっていないので、これ1個壊れるとですね、全部壊れます。スナップしてちゃんとくっついていないと土台判定は切れてしまいますので、つながっている部分が1箇所だけになってしまうところがありますので、多角形建築を取り入れる場合、三角屋根とかですね、取り入れる場合に関しては、スナップ箇所が1箇所だけになる確率が高いので、そこだけご注意いただければと思います。1箇所つながっていれば問題ないんですが、間違って壊さないようにだけご注意いただければと思います。絶対に触ってはいけない建材ができるということになります。四角はところどころ壁つなげていただければ問題なく土台くっつけれるところもありますので、多角形建築を取り入れる場合は、重要な壊しちゃいけないスナップ箇所だけですね、わかりやすいように色塗ったり特別なスキンをつけるなどをして注意していただければと思います。把握できていれば何でもいいんですけどね。あと、間違って壊した時用にですね、四角で作る場合は1箇所だけではなくて、つながる場所いくつか作っておいた方が安全です。この基礎なんですが、基本はですね、6マス開ければ建築していけます。ただしですね、崖などを作る場合に、スナップつなぎにくいところはどうしても出てきます。なので、間6マス開ければ十分なんですが、おすすめとしては、間5マス開けて建築していく形をとっていただいた方が良かったりします。何かの時に横に避けたりする場合もありますので、そういう場合に土台判定の隙間が生まれてしまいます。別でもう一個土台伸ばして隙間埋める手段もあるんですが、ギリギリすぎるとですね、結構建材をプラスしないといけなくなる場合が出てきますので、ご注意いただければと思います。おすすめは間5マスです。少し重ねていった方が後々ですね、自由度を利かせることができますので、お好みでご活用いただければと思います。多角形建築で土台を引く場合、このようにですね、同じ形で間を抜いて基礎を引くということももちろんできるんですが、この場合ですね、結構建材数を使います。あと結構引くの大変だったりします。なので、公式とかですと、建築上限に引っかかってくる場合も出てきますし、土地もですね、割と平らなところでないと結構引くのが難しかったりします。全部がつながるので、修正とかですね、改築する際に安全だったりはするんですが、結構作るのは大変だったりします。建築もそうですし、間抜いたのも考えてですね、いろいろ頑張って作らないといけない部分、あと段差があった時のつなげ方とかですね、結構大変だったりするので、安全なんですが、あまり簡単ではないので、そのまま四角の上に多角形建築をしていただいた方が、基礎を引く時にも引きやすいですし、建材数も抑えることができるので、大黒柱を壊さないというところだけですね、ご注意いただければ、初心者でも簡単に作ることができるようになります。
大黒柱は重要なので、1本つながっている部分だけですね、忘れないように特別なスキンつけたりとかですね、目印つけて壊さないようにだけご注意いただければと思います。以上が基本的な基礎の形となります。ではですね、ここからは実践的に基礎を引いて、そのままスナップをつながらない場合、段差とかある場合に関してのつなげ方なども一緒にご紹介していこうかと思います。以前ライブで実際にですね、バルゲロの公式サーバーの基礎建築であったり、非公式サーバーラグナロクでのこの洞窟の水上建築であったりですね、ご紹介しておりますので、そちらもご確認いただけると分かりやすいかもしれません。また今回水上建築としての基礎を引いていきますが、これは別に崖でもどこでも一緒のことにはなりますので、ぜひご活用いただければと思います。ではですね、実際水中入りまして、まず土台を引く上でですね、リソースがある部分は置けないということになりますので、リソースは壊していく必要があります。今回は時短のためにクリエイティブガンでリソース全部壊しちゃいますね。本当は手でとかダンクル使って壊していく必要があります。草は残ってたとしてですね、別に建築には作用しません。見にくいだけですけどね。綺麗になったところでですね、土台を引いていきます。今回起点ここから引いていきますね。このまままっすぐ引いていくことになります。このようにですね、高さが合わなくなったら徐々に下げていくというところになります。特に水上建築とかですと、この下で水槽にしたりとかもするので、できれば低めに作ったりとかですね。あと見た目とかのために高さを極力合わしたりとかするとですね、建築がしやすくなります。このように縦軸を引いていただいて、先ほど E の形でしたが、両側に伸ばしていくという手段がありますので、簡単なのはまっすぐ引いて横に伸ばすっていうのが簡単となります。なので、例えばここであればですね、このように点として、1、2、3、4、5マスですね、開けて6マス目に貼ります。6マス開けても置けるんですが、5マスの方が後々柔軟性を持たせるため、1マス余裕を持っていくというところをしておくと、何かあった時に対応がしやすくなります。このように伸ばしていきますね。こっち側も伸ばす。いうところですね。これすべてスナップで今簡単につながっている状態ですので、まっすぐ伸ばしているだけになります。1、2、3、4、5、6で伸ばしていくと。これ昔だと結構ですね、いろいろテクニックを使ってこの高さですね、スナップをつなげていくという手段をしないと、こういう段差があるところですね、建築大変だったんですけど、ASA で超楽になりましたね。何よりリソースはぶつかりますけど、普通の地形に関しては簡単に埋まるようになったんでね。これが一番でかいと思うんですけどね。このようにつながって建築していくと。これ全部つながってますんでね。建築していけるというものになってますね。埋まらないようにだけご注意いただければと思います。ローカルはクリエイティブで壊す手段はあるんですけども、公式だとですね、これ触れないと回収とかもできないですし、壊すこともできなくて土台が残ってしまいます。そこに置けなくなってしまいますので、ご注意いただければと思います。これで簡単に引けるところは今引いた状態になります。ただ、こっちまだ引けないですよね。なんで、スナップしたまま上につなげる手段が必要となります。この場合に使うのが、高さにもよるんですが、壁か4枚壁、まず伸ばしていただきます。今回高いので、4枚壁2枚入りますね。この状態であればですね、1、2、3、ここまで伸ばしてこれるわけなんですが、ASA の場合、天井にスナップして土台を引くことができます。これはですね、このように土台判定がつながっている扱いになりますので、この土台から直接でなくても3マス伸ばすことができるようになってます。ただし、この間の3枚はですね、土台判定がありません。なので、先ほどのようにですね、この間で土台判定が切れる場所が出てきます。
そのためにこの間隔をですね、5マスにしてます。もちろんそれでも足りない場合もあるので、難しく土台判定考えたくない人はですね、このように土台を伸ばしていただいて、これで1マスなんでつなげることができます。この端っこから伸ばしてもいいんですけどね。今は解説をするためにちょっと手前から行きましたが、実際作るときはここに4枚壁を貼っていただければつなげていくことができるかと思います。これだと別にここなくてもつながりますのでね。この状態でもですね、スナップしていますので伸ばしていくことができます。なので壁と天井、そしてそれにスナップして土台を置くということで、このような段差をスナップつなげたまま伸ばしていくことが可能となります。これを使っていただければ、どんなところでも同じ形で引いていくことができるようになります。これで土台をつなげていくことができますので、まっすぐ伸ばしていけます。これで端まで引いていくことができます。あとは先ほどと同じようにですね、1、2、3、4、5、5マスで6マスに行くから、ここですね。これで5マス間開けて6マス目にこのように引いていくということをすれば、この間をつなげていくことができるということになります。こっちもですね、伸ばしたいんですが、ここ段差で引けません。そのまま同じようにですね、天井と4枚壁とか壁ですね。4枚壁で下ろしてきて、壁から直接土台にスナップも可能です。なので、スナップできるようであれば置いていただいてもいいんですが、天井を置いて、そこに土台をスナップするということで、下ろしていって伸ばすことも可能です。ただこれ高さによってはですね、下にあるものから伸ばした方が点在数を減らすことができる場合もあります。そこは地形に合わせていただければと思います。このまままた伸ばしていって、ギリギリまで置いて、4枚壁。このように横側に置いてですね、天井を置いて土台を伸ばしていくっていうことももちろん可能です。極力ギリギリまで行って土台を引いていくということで置いていただければ全て埋めることが可能です。ただ土台が見えるのがちょっと避けたいみたいな景観的なところを考えるとですね、形いじっていただいて簡略的に埋めていただくのも一つの手段ではあります。とりあえず何も考えたくない人はですね、まっすぐ真ん中に1本引いて5マス間隔で横に土台を伸ばしていくという形を取れば、簡単にこの大きい洞窟内の基礎を埋めることができるということになります。これであればですね、このように天井をですね、縦横無尽に建築していくことができるようになります。全部埋めてですね、端っこまで建材を埋めていくことができるようになりますので、自由に好きな形を作っていくことができるようになります。で、ここはここ伸ばしてないからですね。これ高さで制限食らっているので、4枚壁立てて、点在数を減らすんであれば4枚壁の方がいい場合があります。割と大体そうですね。ただ、資源が結構かかりますので、そこは別に2枚とかであればですね、壁で伸ばしても問題はないです。このようにつなげていただければですね、端まで行けますので、天井を伸ばしていくことができます。あと、どうしても建築できないところが出てくる場合はですね、そこを避けて横にずらして、ここちょっとないんであれなんですが、このように横に伸ばしてずらしたりとか、形を臨機応変に対応していただければと思います。これで簡単にですね、どんな場所でも建築していくことができるようになります。しかも最小限の建築個数で置くことができますので、ここまだ割と平らな方ではあるんですが、水上建築だとですね、結構デコボコしているところ多かったりしますが、どんな場所でも建築していくことが可能です。これもですね、サムネ用に簡単に作ったものではあるんですが、このような岩肌でもですね、平らにして上に家屋を置くっていうことは容易にできるようになりますので、ちょっと上の家屋も手抜き工事してますが、このようにですね、簡単に建築をしていくことができますので、ぜひご活用いただいて、好きな場所に自由に建築をしていただければと思います。以上です。
ではですね、ここからは基礎を引いて、上に天井を引いて家屋を建てるというところで、その間の隙間を埋める方法についてご紹介していきます。わかりやすく地上でしますが、このようにですね、土台を引きます。そしてスナップして天井を引いて家屋を建てる。ただ、これこのまま開けておくとですね、見た目的に良くない。なので、この間を埋めていこうというところなんですが、四角でも円形でも一緒なんですが、四角の場合は簡単です。このまま上に上げれば繋がると思うんですけど、これですね、段差に合わせて移動しておりますので、特にですね、四角形の場合などは、このように半マス空いたりする場合があります。なんで、これを考えた場合ですね、このようにクォーターの壁を張って埋めるという手段もあります。これであれば四角の人はですね、基本的に埋めていくことはできます。ただ、このクォーターと壁、見た目が違う部分がスッキリしないところが個人的にあまり好ましくないので、この土台引くとき、どうしようもないときはあるんですが、うまいこと1マスずれるようにですね、土台を引く段階での高さ調整をして、1マスで済むように、土台を極力その形で引けるように置いていくという手段もあります。例えば土台引けるんであれば、この高さにも引けるんですが、もう一段落とせるんですね。もう一段落とせると壁をですね、2枚貼れば綺麗に収まるようにできるので、ここもですね、壊して、この土台をこのようにすれば、クォーターの壁を使わずに置けるようになります。クォーターの壁使うと見た目もそうですし、点在数も増えてしまいますので、このような土台を引く時の高さ調整をしていただくっていうところも一つの手段ではあります。ただこれ注意しないとですね、がっつりスナップが切れてしまう可能性もあるので、スナップを切れないように土台を引いていただければ、ここも綺麗に引くことができます。ただ、それ考えるの結構難しいと思うので、もっと簡単な手段があります。最小限で点在数減らして、簡単に円形建築でも隙間を埋めるという手段が ASA ではできます。それが4枚壁。これ4枚壁引くと ASA ですね。上から下に4枚壁が貼れるようになったので、このまま地面に埋め込みで4枚壁を貼っていくことができます。なので、下多角形とかでうまく合わないところで4枚壁上から下ろしていけばですね、どんな地形にだって綺麗に埋めることができます。こういう2マスのところでも、このように4枚壁貼って一発で全部埋めちゃうことができます。点在数は削減できます。資材数はちょっとかかっちゃいますね。4枚分の資源使っちゃいますのでね。ただ、この下埋める部分に関してはですね、土台も干渉しないようになっているので、これ1枚分のところになるんで、少し無駄が出ますけど、隙間を簡単に埋めることができます。2枚分ぐらいは無駄に埋まっていることにはなるんですけど、資源は多めにかかりますが、見た目も点在数もですね、難しいことを考えずに簡単に隙間を埋めることができます。ただこれですね、注意しないといけないのは、ちゃんとこの土台にスナップしているわけではないので、スナップしているところもあるんですが、場所によってはですね、ちゃんとスナップしてないので、この壁、土台判定のくっつきとは別になっている場合があります。特に多角形とか使った場合は、まず外の壁ですね、ちゃんとスナップしてない可能性が高いので、そこだけご注意いただければと思います。地面には刺さってますが、壁に土台判定がないので、ここの土台壊すと壊れちゃったりします。そこだけご注意いただければと思います。多角形は基本的に最初作った最初の壁以外はですね、土台判定つながらないと思っていただければいいので、大黒柱がどこなのかだけですね、しっかり把握しないといけないですが、それ以外であればですね、非常に簡単に建築していくことができるようになりますので、ぜひご活用いただければと思います。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、建築チュートリアル、土地選びに迷わない簡単基礎建築のご紹介でした。この基礎建築マスターしていただければですね、どんな場所でも建築していくことができます。しかも自由にですね。
そして公式サーバーのように土地がないところでもですね、迷わずに空いているところで自由に思い通りに建築していくことができるようになりますので、ぜひご活用いただければと思います。しかも ASA で土台が引きやすくなったことによってですね、この基礎建築が非常に簡単に初心者でも楽々できるようになっておりますので、ちょっと多角形建築の大黒柱の問題だけですね、しっかり把握しといていただければ問題なく建築していただけるかと思います。場所によってはですね、どうしても建築置けないところっていうのは少なからず出てくると思うんですが、少し応用して土台をずらして置いていただければですね、どんな場所でも建築していただくことは可能です。建築不可エリアは無理ですけどね。ぜひですね、ご活用いただいて好きな場所に好きなように建築をしていただければと思います。またですね、今後建築基礎シリーズですね、増やしていければとも思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。